で味を守るっていう話でやるしかないやんっていうもう体力が続かんようになってね、気づいてくれるようなんでね。4月でお願いしました。もう私ら引退しちゃうもんでね。ピザ少なめつけていってね。ピカタ 1.5 でお願いしました。シンプルに卵を作ったランチに1個ずつ卵が乗るんで1日にこれ全部なくなるぐらいなんで卵はめっちゃ緊張しました今これ塩と味の素と白ワインです私はもう引退だもんでね。もう体力が続かんようになってね、70過ぎてついていけないね、なかなかね、若い人に。やっぱり引き継いでくれるようにね、若い子にやってもらった方がね、残していていただける幸いっていうね、この件古い店をね、名前だけでも残していただければねと思って。ソースのあれの元なんだね。上にね、セロリとかね、玉ねぎもありますしね、パセリとか、それでまず煮込んでいくんですよ。まだこれからが1日がかりでやらないとですけどね、大体これでどうですか、4日か5日分ぐらいですかね。完成までにどのぐらいかかるんですか1日がかり。それで寝かして、こういう風になってね、これが大体1日の元。これニンニクなんですよ。これはね、牛なんですよ。牛すじ粉になるまで詰める。で野菜のあれがいっぱいに入ったでしょ。ランチがご飯がつくんで2升ぐらいかな。
のスパゲティ屋さんではご飯使わないんだけどね。私ランチも使ってるもんね。八百屋さんですか？コモさんで働かれてどのぐらいになるんですか？僕もちょうど1年ぐらいです。で大学3年生の頃からそれまで料理経験は？親の手伝いぐらいです。野球しかやったことなかったんで。大学はもうでも単位は取り終わってるんで、もう基本的にずっと毎日ここにいる感じです。でも単位取りながらが一番大変でしたね。ずっと。これは基本的に料理が全部に入ってるんですけど、なんかまあ4月っていううちの看板メニューとか。作り方とかも昔から一緒なんですか？一緒、それを潰さずにやってくれっていうのが代々のあれですよね。だからよそより辛くないんだわ、うちのこれは。昔からのあれを伝えてくれっていうのが条件だもんで、ね、今度の人にもちゃんとそうやって引き継いでもらってね、もちろんです。誰か引き継いでくれる人がいるといいなって。たまたまこちらのねお父さんが好きだもんね。うちやりたいやりたい、息子に教えてって言って。僕も飲食でバイトもしてたんで、飲食っていう興味あって、まあ、この古い店なんで味を守るっていう話でやるしかないやっていう。ここまたママさんもね病気しちゃって、まあ、やれるわなんて言って見えてね、そういうあれもあったんでちょうどいい引き継ぎになったんですよね。これはね 500g、2.2 ミリ。この道具は自作なんですか？そう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 、これ一番使いやすいもんでずっとこれ引き継いとるんですよ。竹だけ売ってますもんでね、あとサイズに切ればいい。昨日よく出てったんですよ。普通だとこれで6杯、5杯か6杯。何人もあるだろうこれね。大体150食ぐらいじゃないですか。ね、50からもうちょっとある。細いのだとこのソースとね合わないんだよ。細いのでこのソースかけるとなんか違うんだよね。そういうもんでね。本当にびっくりしたかねって言って。ありがとうね。はい。ありがとうございます。どうぞ待ってたのに。はい、お願いします。だいぶなるね、私らやってから。もう私ら引退しちゃうもんでね。ママさんが引き継がれてからどのぐらいになるんですか？でも4、50年いるよ。そうなんですね。うん、古いよ。年も年だし。そんだけいるとね。はい、んそうですよね。でも寂しいね。ちょっとこれあげちゃったの。なんだこれ体がね。ありがとう、ごめんね。ありがとう。座っ
ってるんでしょ。朝もやりやすいでしょ。これを。はい。わかるね。ペーストを混ぜたんですよね。でこの色になる。じゃがいもはその色のあることは混ぜてあるんです。暖かくなるまでこのまま沸騰するまで。ブツブツっていうぐらいでね、沸騰させてもらって簡単。手前で止める。年寄りの持ってやつ持たず、それ若い前に取るだけだ。入ってない。熊さんは営業中表立たれるんですか？もう今は立たない。今まではほとんど外だったけどね。もう病気してからいいか。これ今日のランチね。これはメニューにミラネーゼっていうのがあって、
まあ、それにつけるのと、まあ、あとは、まあ、2、3種類ぐらい。お惣菜を。これ巻いた。巻いた。これただの僕の朝飯。全然商品みたいな感じじゃないですけど。ただの朝飯です。1日2食パスタなんですよ、毎日。7キロ増えたね。ねえ、ちょうど一番怖い時ですね。一番可愛い。経営権を引き継がれたのっていつなんですか？ 2月。あ、それまではもうずっとママさんが、一緒にされてたんですね。これをやりだしたのは、でもだいぶなるよな。別に前のオーナーがまあ年比べて、まあ、後継ぎがおらんでっていう、それでもちろんまあいいやつをやってくれって言われてね、それで引き継いだわけだよ。もともとマレーさんが外にここやっとったとこをこっち引っ張ったわけだよね。なくすのはもったいない。それから代々かで何人かな。で最後にママさんにやってくれんかって。もともとマレーがおった方だもんね。ついてこい言われたもんで、しゃあねえ行ったね。そうだよ、反対。ずっとマレーからずっと一緒なんだわ。学校も一緒だし。幼馴染ではないんですか？まあ幼馴染ではね、だいぶちょっとあるけどね。ちょっとないよ。うちらは後輩だもんでね、言うこと聞かなかった。先輩やもんで。良かったですか、引き継いで。寂しいね。だけどまあ、仕事したり、これしょうがないわ。いつかは来るわ。初めあれしの山あるでね。これはしょうがない。学校をね、卒業して。学校卒業してね、この人はしっかりね。もうちょっとだ。来年4月。4月。お二人とも同時にそりゃそうだわ。いい人に引き継いでもらったって感じなんですか？そうですよ。そうだよね。させていただけることに関して。
あ、ありがとうございます。はい、1名様ね。いらっしゃいませ。じゃあマレンゴの進んで、ラーメン焼きにしてください。マレンゴ、目玉トッピング。1分。はい。矢口がちょっと開けて。はい、お待たせしました。はい。生のせで。はい、どうも。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ、1名様です。はい、いらっしゃいませ。ランチね。ランチお願いします。いらっしゃいませ、お一人様。1名様。はい。おはようございます。はい、ランチお願いします。はい、ランチね。お一人様。はい。ランチ出ます。はい、お待たせいたしました。はい、ごめんなさいね。お願いいたします。たらこソースね。はいよ。はい、たらこソース。ランチも出ます。はい。はい、ありがとう。はい、たらこソースお待たせしました。ランチお待たせいたしました。はい、いらっしゃいませ。たらこ出ます。おすすめのメニューありますか？自分はたらこソースをよく食べるのね、美味しいよ。どのぐらい前から通われてるんですか？まあね、もう5年ぐらいになれへんかな。よく来られるんですか？まあ8月にこの会社入ったばっかりで2回目か3回目ぐらい、美味しいです。美味しいですね。ランチ出ます。はい。
4月出るよ。お待たせいたしました。お願いいたします。それはそうなんですか。はい、いらっしゃいませ。4月の方で、はい。少なめね。4月の。はい。はい、4月少なめ。はい、4月の少なめです。はい、どうぞ。はい、ピカタ。はい。はい、ありがとう。ピカタお待たせいたしました。はい、失礼します。いらっしゃいませ。ランチピカタ。ランチご飯少なめ。密集したるんで。はい、ランチ。ご飯少なめランチね。ランチ。あとお二人様。タラコ、チーズ。はい。あいつランチね。はい。あと4。はい。はい、すいません。よく来られるんですか？季節に1回ぐらいですね。近くじゃないんで。そうなんですか。じゃあ近くに寄られた際はコモさんによく来られるんですか？そうですね。このそうなんですね。なんかはい。パスタにご飯とかさ。懐かしさ。そのそうですね。はい。ユニ、どうぞテーブルの方へ。4名様で、アブで出します。ママスペシャルの普通。はい。ミラネーゼのチーズね。はいよ。いい？ね。チーズの方。はい、ごめんなさいね。はい、ミラネね。はい。はい、ありがとう。はいよ。ミラネーゼの方。はい。はい。申し訳いいですか。はい、しょうくん。
はいよ。ママスペシャルです。はいママスペシャル。これもう一回膨らめて。これは皆さんのお気に入りのもしもし。はい、たらこね。はい、たらこお待たせいたしました。前を失礼いたします。ごめんなさい。いくらします。これしまってかな。はいよ。ミラーネ出ます。ももう一個。ピカタとね。お待たせいたしました。はい、いらっしゃいませ。4月。7月出ます。お待たせしました。はい、ピカタ。お待たせいたしました。あんねこれ。外さんで終わった。すみません、ちょっと待ってくださいね。はい。いいよこっちで。あ、もう出しましたよ。出した。お願いします。いらっしゃいませ。どうぞ、2名様。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ちょっとあちらだけ。はい、ありがとうございます。あ、いいですもん。はい、ごめんなさい。ピカタ一人があるでね。卵をやるときはね、ここはあんまりかけんのにね。ピカタも出るよ。いかが出ます。はい、ママ。はい、山ちゃん行ってるよ、キューバ。そうだ。はい。ミラノの登録。今フライだよ。ピカタ少なめね。あ、少なめ。同量ね。はいよ。同量。ピカタ同量ね。はい、ピカタソース同量。はい。あと持ってくれた。314。まさし3杯入ってます。3杯ね。はい、入ってます。
ママさんランチが何個ですか？ランチ1個。 2個。はい。はい。はいよ。はい。はい。ランチこれ。お願いします。4月3つ出るよ。今ランチどうしたの？ピカタオール3です。はい。焦げとかなんかも焦げ。これ車は今はこっちの3つ、2つ。ランチが2つですね。 4月ね。で、コーンを2つつけてほしいです。これイタリアン。山本さん、これミラネ後でお願いします。ミラネ出ます。はい、ザリね。これ 1.2 です。ここはみんなでた。ピカタは 1.2 です。2個ありますね。大丈夫だ。ご飯つけなからね。はい。味が大事に。お水をかけてくださいね。はい、山本さん、ピカタ1.2。はい、1、2ね。4番。はい。4月ね。4番。4番。ランチが多ごめんなさいね。4月ね。4月です。どうぞ。誰もおらんと4月、オール2。4月は2つの2つピカタは4月2つ。じゃあピカタピカタはね、1つ口にあるんだけど、全然書いた字のやつ。ネギ置きます。4月ね、1つ。ランチ。ランチをはい。オール3だ。ランチね。はいよ。ピカタ少なめつけていってねあの。番号なしは何番。ランチ入れるよ。はい、ランチ。だからあとランチが1個でいいわ。うん。あ、2つ2つ。あ、3つだ。3つ3つ。で4月がオール2ね。こちらに出ます。2杯。でランチはあとオール3。はいじゃあ待ってこれは何これ。はい。いいよはい、ランチね。いきますあ、ランチがなかった。4月ね。これだよ。はい。 9番ランチが。で、これが4月が3番。これ違うでしょ。まさ4月先でよかったですか？うん、4月2だよ。ちょっと待って、待って。それからタラコ2。フライが1個。はい。はい、フライね。トンボフライ。すいません。はい。失礼いたします。は
よいしょ。ピカタがオールスリーだね。まだ4月1個ソースどれでしたっけ？はい、そうです。はい。はい、4月、たらこソースだでね。ソース。はい。はい、ピカタ。この後2つだね。二つです。ちょっと多めにかけてください。オールスリー。オールスリー。すいません、これつけてよ。はいはい。ここにあるやつを。ああ、こっちにあるやつ。まだ行かなかったね。はい。はいよ。ランチね。ランチ17番。ごめん。ピカタがオールスリー。はい、ピカタね。はい、ピカタ。はい、ランチ出ます。ピカタあとオールスリーあります。はい、ピカタ出ます。15番。持ってきたんだわ。ここ持ってきて。ね。はい、ピカタ。はいよ。ピカタどこだ。ここか。うん、これ。ピカタです。結構いっぱいなのよ。うん。あ、もう皆さん。はい、ランチね。3番、増量ね。お待たせいたしました。はい、いなりされます？これは合流出せないと思います。それ気付けとってね。これ頼んでいいかな。お願いします。これでいいんだ。手で食べる。よく来られるんですか？
しょっちゅう来ますよ。何十年も付き合ってるし、何かおすすめのメニューってありますか？これ何でも大丈夫だよ。特にお気に入りのメニューってありますか？これかな。あとバジルも美味しいかな。気をつけるかお互いにな。日の単位さ出たり入ったりして。しょうがない。また来るわ。気をつけてね。ありがとう。ありがとうございます。元気な顔にせなあかんよ。そうだよ。ありがとうございます。気をつけてね。ありがとう。また近く来てみる。ちょっとはいよ。はい、ランチね。15番。ランチお待たせいたしました。今日は高いでしょうだって。全部さ。はいよ。1半出てなんかや一味が1個だけですかチャリーズ。帰り方。はい、ピザ玉です。はい。何ですかひどくイタリアンあれお願いしますはい。チャリーね。はいよ。2名様です。お待たせしました。ごめんなさいね。はい、いらっしゃいませ。コーンね。はい。チーズとねかなかなかねコーンお待たせいたしました。はい、すみません。4月でお願いしました。いらっしゃいませ。お疲れ様です。
ミラネとミラネとピカタと2ランチ持ってって。ランチね。これ目玉っすよね。あ、目玉取ってる。はい。目玉ね。やめてよ。ミラが少なめ。はい。覚えてる。白と大きいね。ありがとね。何番？はい。はい。はいよ。田んぼ。はい。はいはい。すぐ出るよ。ちゃんと。はい。4月出るよ。はい、もうさ4月。はい。4月ね。じゃあ。ランチがソース同量でよかったですか？そうです。はい。そこ今やっていい。朝こんなやつが4つ半あってこんだけにしても生まれが大変だよね。焦げんように出てかんし野菜もいっぱいあって。あんかけパスタってどういう発想でこのレシピに行き着いたんですか？画家志望の人がね見えてね、その人がねイタリアへ行ったらしいんですよね。ここの元々の方は飲み屋さんやってたんですね、でそこへいろんな人が出入りしとって、でこういう料理を食べたら美味しかったらなんとかできんかなって言われてるんですけど、そもそもはあんかけいうのは日本でもあんかけうどんやなんかあった時代ですからね、それをアレンジしてやったらどうだろうと。でその時にコックさんとかいろんな人がね出会いしとったもんで、そこの店の2階へじゃあこれをやろうというのでやりだしたのがあるんです。それが最初の初めみたいです。名前言われたらあんかけるあんかけです。向こうで習ってきたあれにちょっとアレンジして日本風にしてやろうかって言われてね、いろんな人が皆さん喋ってねこんなやつを作ったんですね。10人ぐらい座れる店なんですよ。カウンターでやりだしたの。皆さん珍しいでって皆さん出入りしてね、それがちょこっとずつ重要になってたんですよね。イタリアにコモコというのがあるんです。そこへ行ってその名前をつけようって言ってコモコというのをつけたんです。それが今のお店の前身。前身です。80以上の人だったらそちらへ行ってた人は知ってるんですよね。コモというのがあったり
スパネティ屋さん。それを知って見える人はもうかなり年の人だから知らんと思う。お店と同時にあんかけパスタはあったんですね。ええ、そうです。その頃のスパっていうのは2種類ぐらいしかなかったですよね。ケチャップで炒めるか、上ミートのかけてね、このとこにあったんですよ。こういうふうにこれ大体2階作りになってるんですよね。そこの下でラテングっていうのをオーナーが竹越さん、サントリーバーとやったし、この人が持ってきたんだよね、ここへ。たらこ2名。たらこ。入れようか。あれがあるでしょうか。ソースです。はい。ほらお兄さん、すごいね。でしょう。ホテルあれみたいなお餅ソースにあ、そうです。入れてた方がいい。食べる。これ早くピザとやっていいねか。ピカタ 1.5 でお待たせしました。はい。ピカタ1、2。じゃあ並んどったね。